バサーイル第2章、強迫性障害 OCD、強迫観念、それは多大なる報酬と善行への扉。信仰における強迫観念、ワスワスとは何でしょうか。回答、信仰における強迫観念とは、不信仰、クフルなイメージが強迫的な思考の形で、突然心に飛び込んでくることを指します。それは耐え難い思考であり、あまりに忌まわしいため、本人は、自分はもう破滅してしまった無神論者や疑心者、ムナーフィクになってしまったと思い込んでしまいます。このような強迫観念が預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれの仲間たち、サハーバーの一部を襲ったとき、彼らはアッラーの使徒、彼にアッラーの平安と祝福あれにこう言いました。アッラーの使徒よ、私たちは自分たちの心の中に、口に出すくらいなら済み、焼け焦げた塊になった方がましだと思えるほど恐ろしいことを感じるのです。彼らにとって、炭になることの方が、この強迫観念を感じることよりも耐えやすいことだったのです。別のハディースでは、彼らはこう言いました。それを口にするくらいなら、スバルプレアデス星団から墜落する方がましです。このように、強迫性障害は実に苦痛なものです。強迫観念、ワスワスと疑念、シュブハの違い。人々はこの病気の性質を知り、強迫観念と論理的な疑念の違いを理解しなければなりません。一見すると、両者の現れ方や形は似ているかもしれません。しかし、その対処法には天と地ほどの開きがあります。その問いが、強迫観念によるものか、それとも、論理的な疑念によるものかによって、接し方は全く異なるのです。もし強迫性障害を抱える人に対して、論理的な疑念を持つ人と同じように接してしまったらどうなるでしょうか。もし、その問いを真に受けて、証拠や論理、証明をもって答えようとすれば、かえって病状を悪化させてしまいます。知らず知らずのうちに病を増幅させ、まるで火に油を注ぐような結果を招くのです。さらに大きな問題は、強迫観念にとらわれている本人が、それを論理的な疑念だと思い込み、自分が強迫性障害であることに気づかないまま、答えを求めて方向ってしまうことなのです。疑念、シュブハと強迫観念、ワスワスの違い。疑念と強迫観念の違いは何でしょうか。回答。疑念、シュブハとは、聖クルアーンやスンナ、あるいは他の根拠を悪用し、虚偽をあたかも真実であるかのように装ったものです。疑念に対しては、質問者がその愚かさに気づき安心できるよう、その正体を暴き、隠された虚偽を白日の下にさらさなければなりません。疑念を持つ人は通常の精神状態にあり、その問いに論理的に答えれば、納得して解決します。しかし、強迫観念、ワスワスは全く別物です。それは、必要で奇妙、強迫的かつ非論理的で、終わりのない、脳内の過程です。見た目は疑念や質問の型を取るため、区別がつきにくいのですが、決定的な違いがあります。それは、一つの問いに答えても、すぐに別の、もしだったら、という仮説が湧き上がり、それが無限に続くという点です。強迫性障害 OCD の人は、答えてもらった直後は納得しますが、すぐに思考のループが始まり、別の形で、でも、もしかしたら、万が一、だったら、という非論理的な過程が頭を離れなくなります。適切な治療を受けなければ、この閉ざされた円環の中で何年も苦しむことになります。本人はそれが奇妙で非論理的だと自覚していても、自分では止められないのです。これが強迫性障害の本質です。強迫観念の様々な形態。強迫観念には、いくつかの典型的なパターンがあります。不信仰なイメージの強迫症割りコロン。アッターのお姿や預言者に対して、不適切で冒涜的なイメージが執拗に脳裏に浮かぶもの。不信仰な行動の強迫症割りコロン。ある女性の例ですが、掃除中にクルアーンを脇に置いた際、自分は今、聖典を投げ捨てたのではないか、という強い脅迫感に襲われ、不信仰者になったと思い込み、数ヶ月激しい恐怖に陥りました。不信仰な言葉、発話の強迫症割りコロン。脅迫的な発作、スパイクの最中に、自分の意思に反して神聖なものを侮辱するような言葉が舌から出そうになったり、実際に口にしたりしてしまうもの。動じないことへの脅迫。脅迫観念に対して自分が十分に苦しんでいないのではないかと不安になり、苦しまない不信仰に同意していると誤解して苦しむもの。結論。脅迫的な思考は、思考、発言、行動のいずれの形でも現れます。これに苦しむ人は、自分は破滅した不信仰者、カフィルや疑信者、
ムナーフィクになったと思い込みます。中には、一日に何度もぐする、全身洗浄を行い、シャハーダ、信仰告白を唱え直す人もいますが、彼らはこれが精神医学で、強迫性障害 OCD と呼ばれる病気の一種であることを知らないのです。なぜ強迫性障害 OCD は起こるのでしょうか？回答。実のところ、この病気が発症する正確な原因はまだ特定されていません。医学界では、遺伝的要因、家系の影響、あるいは神経伝達物質の不均衡など、多くの説が提唱されています。また、突然の精神的ストレスが引き金になるという仮説もあります。要約すると、何らかの理由で他の人よりも、強迫的な発作を起こしやすい体質の人がいるということです。そのような人が、例えば論理的な疑念、シュブハに直面したり、無神論的な主張や懐疑的な議論を聞いたりして突然の心理的圧迫を受けると、強迫観念が表面化し始めます。この発作は、何の前触れもなく突然現れることもあります。シャイターン、悪魔は、この心理的な隙を利用します。病を抱える人に不健全な思考を吹き込み、確信、焼き印や心の平穏を奪おうとするのです。実際には信仰の確信を失っていないにもかかわらず、強迫観念によって、確信が持てない、という偽りの感覚を与えます。そのため、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれはこう仰いました。彼の策謀を、単なる、強迫観念、ワスワスへと退けてくださったアッラーに、あらゆる称賛あれ。つまり、強迫観念に苦しむ人に対するシャイターンの限界は、彼に、不信仰、クフルに陥ったという偽りの錯覚を与えることまでなのです。発症のタイミングと特徴。強迫観念は、最初は、正常、タハーラに関するものから始まることがあります。例えば、1時間もかけて洗礼をし続けるといった具合です。それが後に、信仰、アキーダに関する強迫観念へと移行することがあります。もちろん、最初から信仰に関するものとして現れる場合もあります。強迫性障害に特定の年齢制限はありませんが、多くの場合20歳以前に始まります。数日間や数ヶ月で収まることもあれば、数年続くこともありますが、ある時突然消えることもあります。興味深いことに、強迫観念を持つ人の中には、クルアーンを読んだり、礼拝をしたり、宗教知識、イルムを学び始めたりした瞬間に発作が起きる人がいます。信仰を深めようとした途端に襲われるのです。また、ラマダーン月に強迫観念が強まる人もいます。完璧主義と強迫観念の意外な関係。なぜ信仰を深めようとすると強迫観念が現れるのでしょうか。その根底には、自分は不十分であるという感覚や、完璧でありたいという強い願いがあります。そのため、従順、イバーダに励もうとすればするほど、あるいは疑念を耳にして、自分の信仰が危ういと感じれば感じるほど、この感覚は強まります。強迫観念は、あなたの不安や完璧主義からエネルギーを得て存在しているのです。あなたが完璧であろうとすればするほど、強迫観念はその隙に入り込みやすくなります。信仰における強迫性障害、OCD にどう向き合うべきか。信仰に関する強迫観念に襲われた際、どのように対処すべきでしょうか。回答。信仰にまつわる強迫性障害を抱える人が知っておくべき、第一の鉄則があります。それが不信仰な思考、イメージ、言葉、あるいは行動の形をとっていようとも、まず知るべきことは、これらすべての強迫観念の形態は許されており、何の罪も問題もないということです。強迫性障害によるいかなるイメージも、罪にはなりません。それどころか、それが疑念や不信仰、クフル、あるいは無神論を意味することすらありません。それらはすべて、アッラーによって許されているのです。預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれは、それを口にするくらいなら炭になった方がましだ、と訴えた強迫観念の持ち主たちに対し、こう仰いました。それこそが、純粋な信仰である。また、サヒーフ・ムスリムには、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれの仲間たちが、口にするのも恐ろしいことが心に浮かびますと相談した際、預言者が、本当にそれを感じたのか、と問い、彼らが、はいと答えると、こう煽ったと記されています。それこそが、明らかな信仰の証である。私たち誰よりも主を恐れ、あなたの宗教と信仰を誰よりも大切に思われていた預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれが、これらの不信仰な強迫観念について、それこそが明らかな信仰である、と断言されたのです。
預言者の言葉に見る医学的奇跡。これは私にとって、驚くべき奇跡、イヤジャーズの一つです。なぜなら、預言者、彼にあった平安と祝福あれは、この病の本質が、純粋な錯覚に過ぎず、不信仰でも単なる疑念ですらないということを、一体どうやって知ることができたのでしょうか。精神医学がこの事実を発見したのは、ごく最近のことです。強迫性障害の本質が、虚像の思考であるという医学的分析が確立されたのは、ようやく前世紀、20世紀になってからのことなのです。強迫観念がいかなる形を取ろうとも、それは、錯覚の中の錯覚であり、実体はありません。また、預言者、彼にあった平安と祝福あれは次のようにも煽っています。あったは我が共同体、ウンマーのために、過失と忘却、そして、強制されたことを不問に付してくださった。この、強制されたこと、無理強いされたことこそ、強迫観念に対する医学的に最も正確な表現です。強迫性障害とは、本人の意思に反して強制的に湧き上がるイメージや行動、言葉のことだからです。これらすべては、アッターの知識と知恵、そして慈悲によって許されています。それどころか、これらの強迫観念に対して忍耐強く耐える者には、アッターからの多大なる報酬、アジュルがあるのです。強迫観念、それは多大なる報酬と善行への扉。強迫観念、ワスワスに耐え忍ぶこと、そしてそれに伴う息苦しさ、不安、不信仰や疑心への恐怖に耐えることは、実は多大なる善行と報酬、アジュルへの扉なのです。ワスワスが引き起こすあらゆる精神的な痛み、苦痛、苦悩には、アッターからの報酬があります。預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれは、正真正銘のハディース、ムッタファク・アライヒの中でこう仰いました。ムスリムが被るいかなる疲れ、病、不安、悲しみ、痛み、憂いも、たとえ一本の棘が刺さることですら、アッターはそれによって彼の過失を消し去ってくださるのである。それどころか、強迫観念が去る頃には、アッターがその人の罪をすべて許してくださっていることさえあるでしょう。別のハディースではこうあります。ムスリムが病気などの苦痛に見舞われるとき、アッターは、子が歯を落とすように、彼の罪を落としてくださるのである。また、別の正しいハディースにはこう記されています。信仰深い男女は、自分自身、子供、財産において試練、バラーを受け続け、ついに罪が一つもない状態でアッターにを愛することになる。アッターの情を定めと崇高な知恵。強迫観念の中には、全能なるアッターからの善、祝福、そして知恵が隠されています。この苦しみは、アッターが知恵と善意をもって定められた、カダルテーであることを知ってください。アッターは天地の維持者であり、すべての事象を司るお方です。微細な塵一つ、それより小さいものも大きいものも、アッターの知識、意志、力、知恵、そして采配なしに動くことはありません。主は私たちが理解できる方法でも、理解できない方法でも、あるいは私たちが望む形でも、恐れる形でも、最高の知恵をもって運命を司られます。すべての運命の結末は、最終的にはその人の宗教的、世俗的な救いへと集約されるのです。私たちはアッターに所有され、そのお手の中で導かれている存在です。主は慈悲深く、ラティーフ、恩恵を与え、マンナーン、愛情深く、ワドゥード、寛大な、カリームお方です。主の定めはすべて善であり、慈悲であり、怪異を高め神道を浄化するための試練なのです。テーカダルへの信仰。あなたに降りかかったことは、あなたを避けて通ることはなく、あなたを避けて通ったことは、あなたに降りかかることはありませんでした。預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。たとえウフド山ほどの金、金をアッターの道のために捧げたとしても、テーカダルを信じ、自分に降りかかったことは避けることができず、自分を避けたことは降りかかるはずがなかったと知るまでは、アッターはそれを受け入れられないであろう。もしこれ以外の信念を持って死ぬ者がいれば、監獄に入ることになる。この試練、つまり、強迫性障害はアッターの定めであり、主の定めはすべて善なのです。実際に多くの患者たちが、この病をきっかけに知識の探求者、プッラーブ・アルイルムとなり、アッターへの宣教者、ダーイーとなりました。それはアッターからの慈悲であり、人を服従ターへと近づけ、自らの永遠の行く末を真剣に考えさせる契機となるのです。